just don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. 皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。ただいま日本一時帰国中の私たち、今回は神戸西宮編をお送りしたいと思います。この神戸西宮界隈はいわゆる私の地元。物心ついた頃からずっと歩き慣れている街並みです。特に今私が歩いている神戸のあたりはおしゃれな店や建物が多いので本当に大好きです。私はめちゃくちゃ大好きです。そして何を隠そう、私は看護師をする前は実は OL をしていた時期が数年ありました。その時はこの神戸三宮にある会社に勤めてまして、仕事が終わればよく同僚と寄り道をして帰ったのを今でもね、覚えています。もちろん今回の一時帰国でも何度となく訪れて、本当に今回も美味しいものをたくさん食べてきました。今回の動画ではただ美味しいものを紹介するっていうだけではなくって、クリスが選ぶ神戸西宮限定での美味しいものランキングトップ5を決めてくれたので、それをね、ランキング形式で理由も付け加えて後ほどご紹介しますのでお楽しみに。その前にまずは私が日本のスーパー、コンビニなどに行って感動したこと、そしてオーストラリアとの違いの発見、それをね、少しお届けします。まずは地元のスーパーマーケット。ここでは実は私がアデレードで一度も見たことない食材があるんです。大好きなんですけど一度も見たことがない。チャット GPT によるとシドニーやメルボルンなど主要都市ではね、アジアングロッサリーに少しあったりするみたいですけれども、それがね、舞茸めちゃくちゃ好きなんですけど、本当にアデレードではね、一回も見たことがないんですね。ほら、こんなにあるのに。ということで、この舞茸スープをね、今回は買って帰りました。そしてもちろんこのね、お刺身とお寿司コーナーのチェックも忘れません。この新鮮さに、そしてこの値段。最近はアデレードのスーパーでもおにぎりとかお寿司見かけるようになったんですけれども、まず全然値段も違うし、この新鮮さ、そして種類の多さね、このパック1480円、多分オーストラリアだったら3000円か4000円するんでしょうね。そして我が家では欠かせないこのキューピーのごまドレッシング、値段がね3分の1でした。安っ。インスタントの味噌汁もこの量に、そしてクオリティ高め。お土産も含めていろいろ買い物してたんですけれども、気がついたら最終的にはこんな値段になってました。次にやってきたのがもちろんデパ地下。やっぱりいいですね、この雰囲気。見てるだけで楽しいし、本当に見せ方も綺麗ですよね。そして何より今日は料理したくないなとか、もう簡単に済ませたいなっていう時にやっぱりこういう場所があるって本当に便利だなって思います。そしてこれも今回私がクリスに見せたかったものの一つ。日本はクリスマスが終わったら次の日にはすべて正月モードに変わる。
オーストラリアではクリスマスが終わってもしばらくクリスマスの装飾はそのままだし、みんなまだクリスマスモードだったりしてますからね。続いてやってきたのが地元の酒屋。私世代の皆さんならきっとわかるこのサントリーオールド、いわゆるだるま。そしてみんなが知ってるサントリーの角瓶。いっつもクリスがびっくりするのがこの4リットルのウイスキー。この安さね。そしてこういうお酒売り場に来ると絶対チェックしたくなるのがオーストラリア産のものが入ってるかどうか。過去にもね、何度かお伝えしましたけれども、オーストラリア産のワインの半分以上は南オーストラリア産なんですね。南オーストラリア、特にアデレード。やっぱりまだ知名度はね、低いと思うので、こういうところで地元のワインを見つけると、少しね、テンションがね、上がったりします。次にやってきたのがコンビニ。毎回分かっててもびっくりするのが、このコンビニで買えるお酒の豊富さ、この量。オーストラリアにはお酒はスーパーにもコンビニエンスストアにもありません。お酒はパブか酒屋でしか買えない仕組みになっているので、やっぱりこうやって身近でお酒が手に入る、これぞコンビニエンスストアだと私はね、思うんですけど。アデレードにももちろんコンビニエンスストアと呼ばれるものはあって、シティのあたりでは24時間営業しているところもあります。あとは主にはガソリンスタンドに併設しているコンビニエンスストア。でもやっぱり日本のこのコンビニで育ってきた私にしたら、アデレードのどのコンビニエンスストアもコンビニエンスではないんです。そして私がコンビニメニューで好きなものの一つがこの冷凍鍋焼きうどん。オーストラリアのコンビニと比べたらあかんって分かってても、やっぱりコンビニエンスストアで言うと日本の大勝利ですかね。はい、それではここからね、神戸西宮の美味しいところをご紹介していきたいと思います。まずは今回は惜しくもクリスの選ぶトップ5にはランクインしなかったんですけれども、だいたい私たちがいつも行く美味しいレストラン、そして美味しい食べ物、少しね紹介していきます。乾杯。はい、こちらはね、いろんな種類のエビスバーが飲める、その名の通りエビスバー。食事の内容は特に特化するような感じではないんですけれども、おつまみメニューが多い感じですね。だけどやっぱりこれだけね、エビスビールがたくさん飲めるので、クリスのね、お気に入りの場所の一つでもあります。そして次に紹介するのが、神戸の南京町にあるとある食べ物屋さん。いっつも長蛇の列で、多い時は係員がいて最後尾の案内係をしているぐらい。そうです。ここはね、老少期の豚まん。基本クリスは並ぶとか待つとかって嫌いなんですけども、ここは絶対に待たなあかんって分かってるので、静かにね、最後尾に行きます。カニ三昧があるよ。カニ三昧。2つだから1個ずつ。はい。
はい、お疲れ様。何がお疲れかな。はい、こちらはもちろん回転寿司。少しお高めのチェーン店とは違う回転寿司の方です。とはいえ、最近の回転寿司ってほとんど回ってないんですね。やっぱり私一個人としては回ってくるのを選んで見て楽しむっていうのもあったなと思うんですけれども、今の回転寿司はほとんど iPad で注文して、その注文したものがベルトコンベヤーで流れてくるっていう感じでしたね。それではいよいよクリスが選ぶトップ5に移っていきたいと思います。はい、クリスが5位に選んだのは丸亀製麺のおうどん。クリスは実はうどんよりはそばの方が好きなんですけど、ここはまず安い。そしてクリスね、かき揚げが大好きなので、ここでかき揚げが食べれる。そしてクリスの大好きないなりもついてくる。全体的に安くて美味しいものが気軽に食べれるっていうことで第5位になりました。ここは私たちも帰ってきたら絶対に行くし、クリスと帰る前、私も一人で帰ってきた時も絶対にここは外さずに来てました。はい、そして栄えある第4位は天ぷらレストランの天がゆです。ここも揚げたての天ぷらが食べれる割にはそこまで値段設定も高くなくって、割と気軽に行けるところなので、帰ってきたらね、絶対ここも外さずに行く場所です。クリスもかき揚げと同じぐらい天ぷらも好きなので、ここはいつも楽しんでね食べています。それ全部日本語やで。全部日本語やで。イエス。普通にね。それなんかに英語っぽく言ってるけど全部日本語。イントネーション英語やけど言ってること日本語やで。はい、栄えある第3位はミント神戸のジョジョ園、焼肉ジョジョ園でございます。もちろんジョジョ園なんて別に神戸のものではないんですけれども、神戸でね食べたっていうことで今回のランクに入りました。私も実は人生で1回も行ったことがなくって、もう敷居が高かったんですね。だけどどうしても母がクリスを連れて行きたいっていうことで3人でやってきたんですけれども、めちゃくちゃ美味しかった。クリスもめっちゃ喜んで、実は前回帰ってきた時はクリスは焼肉の食べ放題のレストランに行ったんですね、みんなで一緒に。だけどその時に出てきた牛タンがめちゃくちゃ分厚くって噛み切れなくって、あれ好きじゃなかったって言われたので、ここでリベンジしてもらったら美味しいって言って食べてました。もうめっちゃ薄くて本当に美味しかった。ここの牛タン、今回ね、ここをクリスが第3位に選んだのはミント神戸から見える景色も綺麗かったし、そしてサービスもねめちゃくちゃやっぱ良かったんですね。こんな感じでちょっと半個室で私たちも食べさせてもらいました。そしてクリスがここを選んだ一番の理由がこれ、石焼きビビンバ。私もクリスも石焼きビビンバ大好きなんですけど、過去2回日本に来た時にはなかなか行けなくって、今回ね日本で初めてクリスが石焼きビビンバを食べて、めちゃくちゃこれが美味しかったので、これがね栄えある第3位になりました。
はい、ちらっと見えました第2位は、西宮では本当に老舗の蕎麦屋さん、蕎麦達です。本当にクリスは自他共に認める蕎麦好き、かき揚げ好き、そしていなり好き。一番最初に日本に来た時にたまたま入ったこの蕎麦達さんで、クリスが本当にね定食をペロッと平らげたんですね。それぐらい美味しかったっていうことで、ここも帰ってきたら必ず行きます。さて、もうお蕎麦も出た、いなり寿司も出た、かき揚げも出た、天ぷらも出たし、じゃああと何が残ってると皆さん思いますか？それではね、そのお店に行ってみたいと思います。はい、お品書き見えましたか？そう、こちらは神戸元町にあるとんかつ武蔵。ここも本当に老舗中の老舗で、昔からねよく両親に連れてきてもらってました。ここで食べるヒレカツが本当に最高で、サクサク柔らかくってジューシーで、もうクリスはもうここは何があっても外せないって毎回言います。これを食べるためだけに神戸に来ても全然問題ないっていつも言うぐらい、本当にこれがねクリスが大好きなとんかつ武蔵のヒレカツ、これがね見事第1位になりました。ベストとんかつ。I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces. はい、皆さん今日も楽しんでいただけましたでしょうか？クリスがお届けした神戸西宮界隈のトップ5レストラン、そしてショッピングなどなど、まだもう少しだけ日本滞在編続きます。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。バイバイ。Anywhere you want, yeah, I'm yours, and now we're singing.